人々一人一人が個々が安定して平和な心を持っていないと世界平和にはつながらないと思うんですね。今回はアートジャーニー特別編。今日は素敵なゲストをお迎えしています。愛知県を拠点に老血染めを使った立体作品を手掛けるアーティスト、榊原幸代さん。彼女とは昨年ニューヨークでの展示会で出会いました。一目見た瞬間、心を奪われるような深みと力強さを感じる作品。その色彩や形の奥には何が流れているのか、その原動力はどこからやってくるのか、素材と空間、そしてアーティストの心の風景を探るために一緒に出かけましょう。こんにちは。こんにちは。ニューヨークぶりですね。ニューヨークぶりですね。ねえ、もう半年以上経ちましたね。ねえ、楽しかったわ。今日はゲストに来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日はいろいろお話をお伺いしたいと思うんですが、まず幸代さんのことをご存じない方がいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい。私は、老血染めをやっています。普段は老血染めで T シャツを染めたりしてるんですけれど、年に2回大きな展覧会があるので、その時はもう2メーターぐらいの大きな作品を作り、染色した後にそれを立体にして、段ボールを使ったり金属を使ったりっていう、半立体アートを工芸で制作しています。例えばどんなアートを作ってらっしゃるんですか？私のテーマは、頭の中っていうタイトルなんですけど、私の思考回路、日々一日の中でいろんなことをきっと頭の中で些細なことでもいろいろ考えてると思うんですよ。で、そういうこととか日常の喜怒哀楽いろんな感情も全部頭の中で、司ってやってることをその私の思考回路を、デザインして、描いています。布に、ろうの鍋に溶かしたろうをろう筆つけて、でも私は下絵を描かないで、そのままもう思った自分の、思考回路をバーッと描いていきます。はい、ちょっと口では難しいんですけれどね。何か立体的なものを作ってらっしゃるということなんですが、それはどんな立体のものなんですか？大きさ的に言うと、もう本当に2メーター近いものを、厚みも30センチぐらいあるんですよ。その中身は段ボールで段ボールアートにしたりとか、スタイロフォームっていう、家の断熱材みたいな、そういう素材をカットしたりして、で、それに染色した布を貼り込んで、針金を巻いたりすることもあれば、去年の作品は水道の線をつけました。頭の中の自分の払拭したドロドロした嫌なものをそれで流してやろうと思ってそうやってもう本当作品で遊んでいます。なるほど、水道ですか。面白いですね。なんかいろいろ展示会に出展されてきてると思うんですけれども、今までどんな展示会に出展されてきたんですか？春は日本現代工芸美術展、それが都立美術館であり、でそれが私は愛知県の人間なので愛知県美術館であり、そして秋は日展は、新国立美術館で、その後また愛知県美術館でっていうのが、その大きな展覧会はその2つです。もちろんこれは一回一回がオーディションなので入選しないとはい、展示していただけないんですけれど、私まだ始めて今年で5年目なんですよ。でも、今のところはうまく入れていただいてるっていうところですね。はい。じゃあオーディションに通らないと展示してもらえないわけですね。はい、審査があるんです。
先ほど頭の中を表現されてるっておっしゃったんですけれども、幸男さんはそれを表現することによって何をメッセージとしてお伝えしようというふうに考えていらっしゃいますか？自分の生きるエネルギーで、結局世界が平和になったりとか、究極はもうそこなんですけど、世界が平和になるためには人々一人一人が個々が安定して平和な心を持っていないと世界平和にはつながらないと思うんですね。だから自分としては、自分が安定して整っているために日々その日記を書くようなつもりでそのデザインを書くんですよ。その時その時の感情だったり思いだったりで、その作品を書くことによって自分の心が安定する。そうすればそういう人たち、私の作品を見た人が何かそれでエネルギーを感じてくれて、なんか元気が出たなとか思ってくれれば、またそういうところの相乗効果で世の中が平和になって世界も平和になっていくんじゃないかなっていう、一応自分としてはそういう壮大な気持ちでやっています。素敵ですね。世界平和が根底にあるわけですね。はい、そうですね。はい。今すごく忙しく作品を作られていると思うんですけれども、今後の予定などお聞かせいただけますか？はい。今はもう日程の作品を制作中で、秋から日展が始まるんですけれど、それ以外に9月には、韓国の展覧会が博多であるんですけど、アジア美術館でそれの日本の招待作家としてそこに1点展示することになっています。そして11月には、ジャカルタのアートフェアに展示をする予定です。ジャカルタですか？はい、ジャカルタです。国際的ですね。はい、ジャカルタってとても日本以上にアートが好きな方々がいっぱいおられる国なんですよ。そして私は老血染めなので、バティックですよね。アジアはバティックがとても好き。そして今日本の空前の日本ブームだそうで、それで私のバティックを通してジャカルタの人と交流できたらいいなと思っています。勉強不足で申し訳ないんですけれども、バティックと老血染めって同じものなんですか？そうなんです。もともと日本に老血染めが伝わったのはもう万葉の時代なんですよ。アフリカもバティックがあれば、中国にもでアジアにもあるので、私、日本の古来のバティック、老血染めですね。あるんですよ、そういうのが。じゃあ最後に幸男さんが皆さんにお伝えしたいことってありますか？じゃあ私の夢なんですけれど、私はあの人私の T シャツ着てるっていうのを全く知らない街で全く知らない方が着ているのを見かけたことがないんですね。それが私の夢です。それはもう日本に限らず海外に行ってもあれ私のデザインっていうのを見るのが夢です。はい。普段は私 T シャツをほぼオーダーで制作してるんですけれど、そういうのはやっぱり限りもあるので、例えばコラボとかどっかとコラボをすればプリントになってもそれが可能かなと思うんですよ。じゃあ今は一点一点カスタムオーダーのように T シャツを制作されてるんですか？そうですね。結局私は下絵を描かないので、その方のイメージとか写真とかを見せていただいて、その方のイメージでいろいろお話を聞いて、そしてもう下絵を描かないので、もうバーって描いていくんですよ。はい、はい。でその中に大人の方でも恥ずかしくないように絶対に読めないので、私のデザインは
その方のお名前を漢字だったり、ひらがなだったり、ローマ字だったりで入れたりします。ここにこう書いてあるよって言っても、もう来てれば全くデザインになってしまうので、わからないし、説明してもなんならってわからない方もおられます。でもやっぱりそれが、皆さん喜んでくださるので、名前は絶対入れてくださいってほとんどの方がおっしゃるので、はい、そうやって遊んでいます。世界に一点の T シャツなんですね。そうです、そうです。はい、そうです。そして私、美術館とかに展示する作品も、まあまあ大きく真ん中にボンってサインを入れたりするんですよ。私、幸用なので、幸っていう幸せっていう字をボンって大きく入れるんですけど、まだ過去に誰にも見つかっていないです。そうなんですね。じゃあ幸代さんの作品を見たらぜひ皆さん探してみてください。探してみてください。幸代さんの詳細や T シャツをオーダーしたい方は概要欄でチェックしてみてください。はい、またね。幸代さん、今日は本当にどうもありがとうございます。いや、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のアートの視点で世界を旅するアートジャーニーシリーズはチャンネル登録、ベルマークを押してお待ちください。また楽しんでいただけた場合は高評価を押して応援していただけると大変嬉しいです。それではまた次回の旅でお会いしましょう。